中世の街並みと運河が織りなす奇跡の街からこんにちは。ドイツ鉄道の ICE3 です。ウィーンを起点にオーストリアを一周するはずが、なぜか国を飛び出している今回の旅。私たちは現在、イタリア北東にある水の都、ベネチアにお邪魔しています。到着早々、ゆっくりさんは単独行動を開始してしまったので、今回もまた、私と姉の二人でお送りいたします。調子に乗って、またペナルティポイントを貯めなければいいのですが、私たちがこの街を訪れていたのは、2月の下旬。ちょうど、世界的にも有名な、ベネチアのカーニバルが開催されていた時期でした。大鐘楼や、宮殿、寺院が立ち並ぶ、街の中心地。サンマルコ広場には、特設ステージが用意され、連日イベントを開催。他にも、ちょっとした広場から路地まで、街は、仮装をした人が歩き回り、大いに賑わっていました。カーニバル期間中は、鉄道も大忙しです。イタリア各地から、見物や仮装に参加する人が集い、それに合わせて、面白い臨時列車も運行されていました。編成は、機関車も客車も、貴重な車両ばかり。定期列車では使われなくなった、保存車両を、特別列車に使用していました。1950年代に作られた、長距離急行用客車や、一昔前のイタリアで、幹線特急に連結されていた食堂車など、今ではなかなか、お目にかかれない車両ばかりです。機関車も同様です。1982年から5年にわたって製造された、貨客用用の電気機関車が用いられていました。それから、ベネチアの交通手段といえば、船が主力。バスやトラック、さらに、パトカーや救急車など、緊急車両に至るまで、普通の街なら、自動車が受け持つ役割を、すべて船が担います。何しろ、街には、大小の水路が、網の目のように張り巡らされていますし、路地は狭く、運河をまたぐ橋は、古くて段差があります。ですから、車輪がついた、大きな乗り物が走るのに適した場所が、ほとんどないんです。本土とベネチアを結ぶ道は、一本しかなく、鉄道は、北西の、サンタルチア駅。自動車は、その近くにある、ローマ広場までしか乗り入れられません。その他に、車輪がある乗り物はない、というのが、長年の、ベネチアの常識でした。ところが、水上バスに乗って、街の外れの運河を進んでいくと、真新しい高架がかけられた場所があり、時々、モノレールのような車両が走るのが見えます。あれは、ピープルムーバーといい、2010年に開通した、新しい乗り物です。乗り物とか言わないで、わかりやすく、モノレール、でいいんじゃねえの？いやそれが、あれは厳密に言うと、モノレールじゃないんだよ。ピープルムーバーは、全線高架を走る、新交通システムのような乗り物です。路線の長さは、850メートル。バスターミナルや、ベネチア各地への水上バスが往来する、ローマ広場の一角から、クルーズ客船が発着する、国際客船ターミナルエリアを経由し、自家用車用の、巨大駐車場が設けられた地区までを結びます。3カ所の駅にはすべて、フルスクリーンタイプの、大型ホームドアを装備。駅も車両も、近代的なデザインです。ピープルムーバーの車両は、4両1セット。これが、2編成存在します。車体は、オーストリアの、ケーブルカー製造会社によって、製作されました。同じ駆動システムを用いた、同系列車両が、イギリス中部の、バーミンガム空港でも活躍しています。2つの編成は、互いにワイヤーロープで繋がれていて、同時に反対方向へ動きます。仕組みを簡単に言えば、水平に動く、ケーブルカーですね。終点の線路付近を散策すると、末端で、ケーブルを巻き取る、巨大な滑車が回転しています。構造上、延伸がほぼ不可能ですけれど、路線を伸ばすつもりは一切なく、これで十分なようです。線路の間に張られている、ケーブルに引っ張られて動くので、車両本体に、動力は搭載していません。車体を支えるのは、左右の両側に装着されている、ゴムタイヤです。その内側に、水平の案内車輪があり、軌道上にカーブがあっても、線路から外れずに走れる仕組みになっています。2つの車両は、7分おきに、両端の駅を同時に出発。中間地点にある、客船ターミナル駅ですれ違い、そのまま反対方向へ走っていきます。
軌道は、すれ違いが起きる、中間駅を除き、全線単線です。窓は、どの面も大きく、眺めがいいですし、無人運転なので運転台がなく、全面展望も楽しめます。加えて、よく効くエアコンが備えられていて、客室は大きなガラスで囲まれているのに、夏でも快適な空間でした。それでは、ベネチアの見物はこの辺りにして、ウィーンに帰りましょう。これだけ？街やカーニバルは見ていかないの？街の様子は、サブチャンネルで詳しくお伝えするつもりです。だから僕たちは、鉄道の方を頑張ろう。オーストリアを巡る旅の最後を締めくくるのは、皆様お待ちかねのレールジェットです。今回はその中で、2017年末に開設された新路線、ベネチア・ウィーン線に乗車します。この列車は、午前9時55分に、ベネチアを出発し、イタリア国内を北東に進んでいきます。そして、スロベニアとの国境にも近い町、フィーラッハ付近で、オーストリアに戻り、ひたすらウィーンを目指すルートです。終点に着くのは、午後5時30分過ぎ。乗車時間は、7時間30分にも及びます。今回は、この路線を、全区間乗り通してみます。果たして終点の駅で、立っていられるのは、誰になるでしょうか。では、早速乗車をしたいところですが、朝からまた恒例のトラブルが発生していました。ここ、ベネチア・サンタルチア駅は、始発の駅なのになぜかすでに5分の遅れが確定しているんです。現在の時刻は9時51分。発車時間の4分前で、ウィーン駅は出発案内の最上段に表示されています。が、ホームには肝心の列車の姿がありません。車両が入線するには、まだ少し時間がかかりそうなので、先に乗車予定の列車のことを、いくつかお話ししていきますね。ベネチアとウィーンを結ぶレールジェットは、午前と午後に1往復ずつ運転されています。オーストリアを走る大半のレールジェットは、アルファベットと番号のみで区別されるのですが、ベネチア線には、特別に愛称まで付けられていました。ウィーンを朝に出発し、その日の夜にオーストリアへ戻る運用には、サンマルコ、午後にウィーンを立ち、翌日の朝にベネチアを出発する便には、ゴンドリエーレの愛称が与えられています。午前便の愛称、ゴンドリエーレとは、ベネチアの名物、ゴンドラを漕ぐ、船頭の意味です。なんだ、ゴンドラ漕ぎか。なら、ウンディーネにすればよかったのに。創作と現実を一緒にしない。あれは、ドイツ語だし、そもそも、ゴンドラを漕ぐ人を指す単語じゃないんだよ。大体、あれほとんどがおっさんやぜ。そりゃ知ってたけど、改めておっちゃんに言われると腹立つな。うっさいわ。なお、列車に愛称がある、と言っても、日本の特急列車のように、先頭にヘッドマークが装着されたり、行き先案内に、名前が表示されることはありません。ちょっと残念なところです。それどころか、私たちが、ベネチア、ウィーン線に乗った頃は、駅の案内システムに、変更が間に合っていないところがありました。レールジェットは、通常、列車の種別を表す略称が、RJ と表示されます。ところが、ベネチア駅では、新しい種別が追加されず、従来の客車特急、ユーロシティとして案内されていたのです。それから、レールジェットと列車の愛称に関して別のお知らせがあります。以前、レールジェットのウィーンとチェコのプラハを結ぶ列車には作曲家の名前がついているとお話ししたのを覚えていますでしょうか。プラハ系統のレールジェットはチェコを代表する鉄道マニアのドボルザークをはじめ、モーツァルトやハイドン、ヨハン・シュトラウスなど1往復ずつ世界に名だたる音楽家の名前が付けられていました。ところが、あの動画を上げた後、ダイヤ改正と名称の見直しが行われ、列車の愛称が変更されてしまいました。ウィーン、プラハ間のレールジェットは、すべて、ウィンドボナ、という名前に統一。この状態が、2021年まで続いているんです。ウィンドボナというのは、オーストリアの首都、ウィーンの古い名前です。日本で言えば、特急カイジ、シナノ、みたいなものですな。1往復ずつ、異なる名前がついていた時代、レールジェット、ドボルザーク号は、変則的な運用をしていた列車でした。せっかく、マニアックな動きをする特急に、自分の名前が付けられていたのに、早々に変更されてしまったことは、
ドボルザーク師匠も、天国で悲しんでいることでしょう。などと、変なオチがついたところで、ようやく、私たちの乗るレールジェット、じゃない、レールジェット、ゴンドリエーレ号が、姿を現しました。ですが、ホームに来た列車は、様子がいつもと違います。実は、イタリア乗り入れを果たしたレールジェットは、運行開始からしばらくの間、少し変わった形態で運転していました。レールジェットは、客車列車でありながら、組み替えを前提としない、7両の、固定編成で運用しています。電気機関車の後ろに、箱型車体の客車が6両連なり、一番最後に、運転台付きの、制御客車を連結。折り返しのたびに、動力車を先頭につなぎ替える必要がなく、機関車が、後ろから列車を押して走行できる仕組みでした。しかしイタリアの運用では、せっかくの制御客車を使いません。わざわざ編成の組み替えを行い、どの進行方向でも、電気機関車が、必ず先頭に立って、列車を牽引していたのです。これには、イタリア特有の安全規則が関連していました。イタリアを走る鉄道車両には、運転台に、この国独自の自動安全装置を搭載することが、義務付けられています。しかもややこしいことに、ただ対応した機械を、追加設置すればいいだけでなく、正常に動作するか、1両ずつテストを受け、運転台ごとに、個別の認可を取得することが必要でした。ところが、2017年の運転開始当初は、レールジェット用の、制御客車の認証が遅れていたため、面倒でも、いちいち編成のつなぎ替えをしていたんです。ベネチア線のレールジェットは、基本的に、機関車が南側、制御客車が北側を向いた編成を組んでいます。ですから、オーストリアからイタリアへ向かう便では、正規の編成を組んで走行。反対方面の、イタリアからオーストリアへ戻る運用で、制御客車の前に機関車を連結。後端がぶつ切りの、変則的な状態で運転するようです。ベネチアからウィーンまでは、方向転換のない、一本道の路線です。イタリアを出発したら、終点に到着するまで、機関車のすぐ後ろに、制御客車を従えて走行していきます。ただ、この形態は、あくまで暫定仕様。少しずつ、制御客車を使った、テスト運用を実施していき、2021年の時点では、機関車のつなぎ替えがなくなっているようです。ところで、制御客車の準備が間に合わなかったのに、機関車は、大丈夫だったのと、心配になりませんか？でもその点は、問題ありません。電気機関車たちは、レールジェットが運転を開始する、春以前、2010年に、イタリアの走行認可を受けていました。それ以来、日常的に、国際特急、ユーロシティや、寝台列車、それから、貨物列車を、イタリアへ引っ張っています。レールジェットを牽引する機関車は、塗装に艶があり、真新しく見えますが、実際は新造車両ではないんです。新しい列車の運転に先立ち、朱色の標準初期から、塗装だけを塗り替えたものでした。けれどもここで、もう一つの、イタリア独自の規制に引っかかります。イタリアの鉄道車両は、車体前面を、視認しやすい、赤で塗装することが規則です。レールジェットのイメージカラーも赤なのですが、オリジナルの色は少し暗く、規定から外れてしまうので、イタリア対応車だけは遠くからでも見えやすい赤を別に追加しているのです。鼻先に明るい赤が塗られているイタロくんと同じですね。さらに、レールジェット専用塗装の機関車は前後が非対称のカラーリングです。ダークグレーの前面を先頭にして走ることもあるので、前後両方に赤いラインが引かれています。現に、僕たちが乗るウィーン行き列車もダークグレー側が先頭になっていました。なお、オーストリア鉄道の標準色は最初からこの規定を満たしているので、塗装の変更がありません。さて次に、客車を見ていきましょうか。先ほども触れましたが、ベネチアからウィーンに行く運用では、機関車の後ろに制御客車が繋がれています。編成の前方では、機関車と客車の運転台同士が向き合い、反対に後端は、普段見ることのない、レールジェットのつま面が見えている状態です。私も初めてこの部分を見ました。この列車は、前日の夜に、ウィーンから走ってきた運用の折り返し便です。
ベネチアに到着後、終点のサンタルチア駅から、およそ10キロ離れた車庫まで改装され、一晩を過ごします。翌朝には、またサンタルチア駅まで改装しなければいけませんが、ここで、余計な一手間が生じていました。誘致されていた車庫から、駅までは、距離がありますし、この列車は前日の改装で、例外的に、制御客車を使って走行しています。ですから最初は、機関車が先頭、制御客車が後端に繋がれている、通常通りの形態で、サンタルチア駅に向かって改装を始めます。ですが、本運用の前に、機関車の位置を、前後楽に組み替えなければいけません。これを、駅の手前にある、全長3キロの海上区間で行うのです。ここには、6本もの線路が敷かれ、ポイントも多数設置されています。この場所を使って、制御客車側に、機関車を連結。サンタルチア駅へは、推進運転で入線します。この時、最後尾になる車両に、客車列車に必須の、標識板も取り付けられるようです。この作業があったために、出発が遅れたものと思われます。でも、まだ5分遅れなんていい方です。私たちがベネチアに滞在中、今日と同じレールジェットが、55分も遅れて、ウィーンに出発していった日もありました。こうした、機関車の組み替え作業は、レールジェットに限らず、ユーロシティや、寝台列車、ナイトジェットなど、すべての客車で行われます。一般的な客車列車は、妻面に貫通路があり、窓ガラス付きの、仕切り扉が備えられています。列車がホームに、交代で進入するとき、作業員は、この窓から、進行方向を監視し、後ろの機関車に、停止の合図を送ります。ところがレールジェットの客車は、車両の増結、組み替えを考慮していない設計です。通常の形態ですと、前から2両目になる客車は、絶えず機関車に面していますから、連結部分に、貫通扉が備えられていませんでした。それゆえ、ベネチア駅のホームに入線する場合、車両デッキから、前方を監視できる場所がありません。苦肉の策として、作業員は、側面の出入り口ドアを開け、身を乗り出しながら、前を見ていました。いわゆる、箱乗り状態ですね。列車が、所定の位置で停止すると、ドアモードを、旅客用に変更。最後に、緊急時に、編成を強制停止させる、手動操作のブレーキパイプを撤去して、改装作業は完了です。この後、列車を乗務員に引き継ぎ、再びドアが開かれたら、お客さんが車内に乗り込みます。と、乗車の準備が整ったところで、いよいよ、レールジェットに、7時間乗りっぱなしの、長い旅が始まります。ですが、列車に乗る前に、そこら辺で、車両たちを凝視しているゆっくりさんを、連れ戻さないといけません。ですので、この動画は、ここで一旦失礼させていただきます。あのまま置いてっても面白いと思うんですけどね。それでは、ここまで見てくださり、ありがとうございました。